こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。今回は限界まで使われた柳をどうにかして使えるようにリメイクしていきます。顎の部分の鋼が少し剥離しているので、剥離がなくなるところまで削る必要があります。裏面はベタに研がれていて、裏すきが作れるほど鋼が残っていないです。無理やり裏すきを作ることもできますが、鋼を薄くすると地金に引っ張られて剥離してしまう可能性があるので、これ以上鋼を薄くしないようにリメイクしていきます。残っているサイズと状態などいろいろ考慮して、裏がフラットの肩パペティナイフにリメイクすることにしました。最初に柄を外します。抜けそうな感じがしないので割って壊していきます。中子は思ったよりも長かったです。もともと尺以上あったかもしれないですね。ざっくり形を決めていらない部分を切断しました。鋼はあまり残っていないですね。白っぽい方が地金で黒っぽい方が鋼です。60番のベルトで先端の形を一旦整えます。後で切れ刃とヒラを整えて顎を詰めるので、ここでは先端だけ軽く整えておきます。先端の形がある程度できました。60番のベルトでヒラを削って厚みを調整します。目切りは厚みを減らすと消えてしまうので、綺麗に取るしかないですね。ヒラを削ったら表側に沿ってきたので、タガネを使って歪みを取ります。裏すきもタガネで反らせて作り直すこともできますが、地金と鋼が剥離する可能性があるので、今回裏はフラットにしてできるだけ鋼を残そうと思います。60番のベルトで顎を成形していきます。剥離は水などが入って錆びてくると、錆で膨らんで剥離が広がってしまうので、剥離がなくなる部分まで削ります。剥離が取れたら刃先のラインを整えます。
60番のベルトで平と切れ刃を作っていきます。平と切れ刃を交互に削って表面を作り直します。いつもより絞りをきつくして先端は切り抜けが良くなるように薄くして、顎の付近は強度を出すために厚みを少し残して研ぎます。絞りをきつくするので鋼と地金の境のラインは先端が広がって元の方は鋼が狭くなります。荒研ぎが終わりました。次は120番で荒研ぎの傷を消します。地金と鋼の境のラインがなみなみしているので、この包丁は鍛造品だと思います。240番で120番の傷を消します。中子は先に切ってしまうと持ちにくいので、研ぎ終わるまで長いままで残しています。400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。600番で400番の傷を消します。番手が上がってくると鋼と地金がはっきり見えるようになってきます。普段裏をフラットにすることがないので、フラットに研ぐのはすごい違和感があります。この後は同じ工程が続くので、この辺でジャンプ。下地の研ぎが終わりました。表面はこんな感じです。裏面はこんな感じです。フラットなのでいつもと映り方が違いますね。しのぎはこんな感じです。ここから手で磨いていきます。鋼は目が消しやすいので耐水ペーパーの2000番を使って磨いていきます。当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。今回は黒い樹脂を使ってスタンダードなハンドルを作ります。まずは口金になる金属をカットしていきます。
このままだと大きすぎるので、切ったり削ったりして形を整えていきます。フライス板で金属の平面をざっくり出します。黒い樹脂をカットします。フライス板で黒い樹脂の平面をざっくり出します。黒い樹脂に穴を開けます。中子を削って調整しました。シュナイダーボルトを入れる穴を開けます。
シュナイダーボルトはハンドル材と中子を貫通するように穴を開けたので、ボルトを通すと抜けなくなります。中子は焼きが入っていないので、普通のドリルでも穴が開きます。黒の樹脂を接着します。口金の上の部分は後で磨いたりできないので、ハンドルを接着している間に仕上げておきます。口金を接着しています。接着剤が固まったらピンをかしめて口金を固定します。ハンドルの余分な部分をカットします。ざっくりカットできたらベルトサンダーで外周を整えます。外周が整ったら側面の厚みを減らしていきます。厚みを減らしたらシュナイダーボルトを固定する穴を開けます。穴を開けたのでボルトを固定します。このボルトはネジ式なので一回つけると壊さないと外れません。ボルトを入れたら接着剤で固定します。固まったら余分なボルトの部分を削り取ります。大きくボルトが出てしまった場合は削り取った方が早いですが、少しの出っ張りなら削り取っちゃいます。熱くなりすぎると樹脂が溶けるので、熱くならないように少しずつ削ります。ハンドルを成形していきます。
220番で60番の傷を消しながら細かい部分を微調整していきます。400番で磨きます。あとは同じ作業なのでバフ終わりまで。ジャンプ。バフが終わりました。バフをかけると真っ黒ですね。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。鋼なのでとても研ぎやすいです。5000番の砥石で刃を細かくしていきます。8000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。最後に12000番の砥石で仕上げます。裏はフラットなので、ベタで研ぐと傷だらけになるのと、鋼が使っていくうちになくなってしまうので、少し背側を浮かせてバリを外すような感じで砥石を当てていきます。この研ぎ方なら鋼がなくならず最後まで使い切れると思います。刃付けが終わりました。完成しました。全体を研ぎ直して片刃ペティにリメイクしました。仕上げは鏡面仕上げにしました。白鋼や青鋼は鏡面にすると黒く見えます。裏はフラットにしました。口金のピンが裏側だけ見えちゃってますね。口金の厚みをもう1ミリ先に減らしておけば多分見えなかったので、ちょっと失敗しちゃいました。
峰と顎も鏡面仕上げです。ハンドルは黒い樹脂を使って作りました。なんかツヤ感的にナスっぽいですね。試し切りしていきます。片刃のペティは小回り効いていろいろ使いやすいですね。顎は厚みを残したのでこういう使い方もできます。今回は柳をリメイクして片刃ペティナイフにしました。他の動画で鏡面以外の仕上げもしていますので、よかったらそっちも見てくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。インスタグラムとツイッターでオークションに出品予定なども投稿しているので、よかったらフォローしてくれると嬉しいです。